やっぱルーツがいて、持ってきてくれてニューヨークから、でそっから広がってっていうのがあるんで、架け橋に紡ぐ役割に大成功ですね。じゃあハウスシーンについて、東京と大阪のね違いとか、世界のシーンとの違いとか、いろいろあると思うけど、その辺についてちょっと。単純に東京は、人口が多いので、人口が多いだけじゃなくて自分よりも上の世代の先輩方がずっと活躍されてるというか、それに付随して下の世代すごい多いイメージで、やっぱ大阪は自分よりも上の世代っていうのはそんなに多くなくて、全体的な人数も東京と比べると全然少ないっていうイメージはありますね。イメージっていうか、実際そう実際そうですね。多い分いろんなアプローチスタイルっていうのが東京はすごい多い。アングラな人たちも全然いっぱいいるし、大阪は多分全国的に知ってるっていうのはあんまりいないと思うんですよ。なるほどね。当たり前に知ってる思って自分も友達がパッて名前出しても、誰ってなること多いですね。あ、聞いたことあるとか、誰とかってなったりした時に、あ、そうなんやみたいなっていうのは感じるし、で自分も多分ちょっと出てなかっただけでもうバウンステップって誰みたいになるんだろうなっていう。大阪東京でいうとその人数というか、そこは全然違うっていうところ、まず根本的にそこが違うよね。はい、歴史の深さもそうやし、そうですね。やっぱりルーツがおってね、その下にも脈々とずーっとね、続いてるし、やっぱ東京からっていうところがすごい大きいと思うので、先輩から話聞いてても、コミュニティとして大阪のとかいろんな地方のっていうのはあるとは思うんですけど、やっぱルーツがいて、持ってきてくれてニューヨークから、でそっから広がってっていうのがあるんで、世界的に見たらやっぱジャストゥブとか、サマーダンスフォーエバーっていうのがすごいフォーカスされて、で YouTube も相まってヨーロッパのシーンっていうのがめちゃくちゃ広がったじゃないですか。昔はすごいバトルのイメージやったんですよね、ヨーロッパのシーンっていうのは。トリップハウスとかシリアルステッパーズだとか、バトルっていうイメージやったのが、その人たちも年を重ねつついろいろ感じながらで、やっぱカルチャーっていうものをものすごい大事にしてるなっていうのをすごい感じてて、それの一部としてバトルっていう風になったというか、ハウスカルチャーっていうのがすごい根付いてるな。ヨーロッパで言えばアフリカからのつながりも大きかったりで、音楽とダンスっていうものもすごい密接ですし、踊りと音楽とっていう部分が日本に比べるとやっぱヨーロッパの方がもともとの民族的な部分も強いと思うので、そういうのも相まってガシッとしてるし、絶対的な存在だったりもするんで、すごい広がりも大きいなっていうイメージで、2016年ぐらいに行ったんですけど、先輩らから聞いてるようなハウスとかクラブとかニューヨークっていう面白さっていうのは正直個人的には感じれなくて、昔のニューヨークとね、その頃のニューヨークってやっぱりもうやっぱ全然変わったとは思うね。ニューヨークに EXPG があるみたいな、そういう時代に行ったので、それがダメってわけじゃないんですけど、そこに行けば会えるみたいな。昔だったら多分クラブに行ってみたいな、こっちとあんま変わらん感じというか、ダンススタジオにおるみたいな、そういう感じやったんで、刺激はなくはなかったんですけど、聞いてるよりかはあんまりやったし、ヨーロッパほどすごい盛んっていうイメージはあんまりなかったですね。ダンスシーンとこうつながってるっていう部分で言えば勝くんぐらいしかいないので、勝くんがやってるイベントとかぐらいにしか、自分も行ってないっていうのもあるんですけど、ナッピーヘイズ周りでイベントやったりとかぐらいで、あんまりこうクラブシーン、クラブカルチャーっていうよりかはちっちゃい粒のコミュニティが集まってるっていうような、それをこう外から見てシーンみたいな。でもそういう部分に和樹は危機感を持って自分でイベントとかを始めたっていうこと。いや、危機感とかっていうよりかは、内側からこういう風に広がっていけば、いいものって絶対広がっていくって思ってたので、まずはもうちっち
ちゃく自分の身内だけ集めて、うん自分の来てくれと生徒さんたちがつながっていけば、それがまず一個のコミュニティやし、いろんなところでレッスンしてたので、その時は宝塚行ったり兵庫行ったり京都行って大阪行ってっていう人たちが集まったら、もうそれで一個のコミュニティになるじゃんっていうところから、それがどんどん枝分かれで広がっていけば、ハウスシーンと言われるような形に勝手になっていくのかなみたいな。正直今ほどもうほんまにいなかったので、ハウスを踊ってる人っていうのが、そういうのできっかけで始めたから、シーンの危機っていうよりかは、とりあえず自分たちのコミュニティをまず強めていこう、できることから始めよう、できることからっていう感じですね。もうここ最近ではもう関西のハウスシーンのリーダー的存在と言われてるけどいつぐらいからそう言われ始めてる20半ば超えたぐらいから牙をやろうってなったのも、ハウスのシーンというかコミュニティっていうものに何かためになるっつったらこがましいんですけど、そういう自覚なるものはあったり、であとはやっぱこうすごい先輩にはよくしてもらってるし、塚さんしかり武さんしかり、いろんな方々から原田さんとかもよく言ってくださったんですけど「稼ぎと何なってんのハウスシーンだ」とか「まあ全然盛り上がってないやんけ」とか「なんで俺に言うん?」とか思いながらも、でもそれがあるからちょっと俺もやらんとなみたいなのも思い入れてたし、それが実際エネルギーにはなってたので。まあ自覚がいつからって言ったら分かんないですけど、でも結構意識したのはもう20半ばぐらい、バーンステップでジャパン出るっていうのがもう夢ぐらいな感じだったんで、ボリューム16、だから24か5ぐらいでもう叶っちゃったんで、なるほど、もう次の目標がなかったんですよね。だったらなんか犠牲になるというか、まあ、自分を利用していい方向に何かが流れるような、人の役に立つまでは大げさですけど、そういう置き方ができたらなっていうふうに思って、シーンのハブ的な存在とかね、ブリッジですね、ハブというか、こう架け橋に紡ぐ役割になれたらいいかなっていう、自分がリーダー的みたいな感じでフォーカスされるんじゃなくて、中の方によっていろんなものをこう引っ張っていきながら、なんかつなげていく役割で入れたらいいのかなみたいな。そのためには説得力がないとつなげ役にもなれないので、だからそういう部分でリーダーとしてというよりかはフォーカスされてるうちになんかこういろいろ面白い動きをというか、こういう人もおるんやでとか、こういう風な感じもあるんやでみたいな感じでつなげていけれるようにできたらなっていう意識で今は動いてたりもします。まあ今日いろいろ話してきたけど、最後に将来の夢とか目標とかっていうのはあるの？まあ私事なんですけど、まあ6月に親父になるんですよ。おお、そうなん？はい、おめでとう。びっくりした。ありがとうございます。まさかそんな話を今日聞くとは。もうこれを伝えるために今日来ました。マジで？そうなんです。おお、めちゃくちゃびっくりした。おめでとう。ありがとうございます。ちょっともう焦ってるわ。結婚した？実際入籍は2月なんですけど。おお。予定です。おめでとう。ありがとうございます。素晴らしいやん。はい。なので将来の夢ってなってくると、まあ、自分だけじゃなくなるので、ちょっとまだ明確な目標であったり夢であったりっていうのは設けれてないんですけど、まずは子供がしっかり無事生まれてくれることを祈りつつ、生まれてきたら親父として背中を見せていけれるようなかっこいい人間でおれたらな、ありたいなって思いますし、それが付随してハウスとかダンスの部分にもそういう風につなげていけれたらいいなっていう風に思ってます。もうちょっとびっくりしすぎた。まさかの答えやったから大成功です。サプライズです。いや僕からのサプライズです。ビッグサプライズやな。はい。今日はありがとう。ありがとうございました。もうね、いろいろ喋ったけど、まあ最後のサプライズは置いといて、こっちが思ってた勝清像と勝清が思ってる自分像っていうのがなんかすごい乖離があるというか、こっちから見た勝清みたいにあなたは全然思ってないっていうことやもんな。そうですね。まあそう思われてるやろうなっていう
意識はもちろんあるんですけど、そうじゃないんやけどなとか思ったり、原田さんと喋れてもそうですし、こういうふうに伝えれるきっかけができてありがたいですね。いや本当にはい、ありがとう。ありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。相方のチャンネルもよろしくお願いします。